皆さん、美しい女性が100人の侍を倒したことがあるなんて考えたことありますか？ハリウッド映画みたいでしょ？でも実はこれは本当にあった話なんです。今日は日本の伝説的な女侍巴御前の物語をお話しします。彼女は天使のように美しく、そして鬼神のように勇敢に戦った。彼女の行動を聞いたらきっと「えっ?」って何度も驚くはず。信じられないような物語を聞く心の準備はいいですか？巴御前は12世紀、日本が戦乱の時代に生きた女性です。彼女は兄弟な大名源義仲の妻でした。でもね、ただの家で死守をする奥さんじゃありません。古い記録によると、巴は特に美しく、長い黒髪と雪のように白い肌を持つと書かれています。聞き覚えありますか？そう、当時の完璧な美人像そのものです。でも驚くべきは、彼女は弓の名手で乗馬も剣術も超一流だったのです。つまり美貌と戦闘スキルはマックスレベル。当時の女性は茶道や華道を学ぶのが普通でした。でも巴は人を切ることを学んでいたんです。本当に別格ですね。物語は家族から始まります。巴は生まれながらにして侍の家系に育ちました。そこでは箸よりも刀を持つことの方が大事だったのです。幼い頃から彼女は男性の侍と同じように武術を学びました。特にすごいのは、他の女の子が刺繍をしている間に巴は一たちで敵の首を切る練習をしていたこと。ちょっと残酷に聞こえるけど、それが戦乱の時代の現実なんです。そして何より義仲は妻である巴の実力を心から信じていました。彼にとって巴は装飾品ではなく本当の親友だったのです。ここからが一番エピックな部分です。巴は多くの戦に参加しましたが、最も有名なのは1184年の粟津の戦いです。この戦いで義仲軍はたった300人しか残っていませんでした。一方、敵は何千人もの兵士、まさに1対10の戦いです。そして巴はどうしたか？彼女は自ら戦場のど真ん中に突っ込み、何人もの敵を切り倒したのです。歴史書にはこう書かれています。巴は最も勇敢な戦士の一人として戦ったと。そして忘れてはいけない場面。戦いの最後、義仲が敗北を悟った時、彼は巴に言いました。女と共に死ぬのは恥だ。ここを離れよと。でも巴は去る前に伝説の行動をとるのです。ねえ、この物語が面白いと思ったら高評価とチャンネル登録を忘れずにね。まだまだ巴御前の驚くべきエピソードが続くよ。さあ続きを聞こう。戦場を離れる前、巴は自分の力を使用命する最後の戦いを決意しました。
彼女は有名で屈強な侍本田の治郎諸重と一騎打ちをしたのです。さてどうなったと思いますか？巴は彼を馬から引きずり下ろし、たった人たちで首を切り落としました。そしてその首を敵陣へ投げ返したのです。その後巴は何事もなかったように馬に乗り、静かに戦場を去りました。その後彼女の行方を知る者はいませんでした。巴の物語は戦場だけで終わりません。彼女は女性らしさと強さの象徴となりました。文学の中では彼女は日本の古典「平家物語」にも登場します。これは日本文学史上でも最も重要な作品の一つです。そして現代文化でも巴の姿は無数の漫画、アニメ、ゲーム、そして映画に登場します。2019年の調査によると、巴御前は日本史上最も愛される女侍に選ばれました。なんと架空のキャラよりも人気だったのです。巴御前の姿は今も日本人の心の中に生き続けています。巴の物語は私たちに多くのことを教えてくれます。見た目で人を判断してはいけない。美しいからといって弱いとは限らない。忠誠と名誉は命よりも大切。巴は夫と共に死ぬ覚悟を持っていた。社会の壁を打ち破る勇気を持つこと。男社会の中で彼女は女性も何でもできると証明した。そして最後に自分の力を信じること。たとえ世界中が疑っても自分を信じ続けろ。というわけで今回は美しく強くそして忠実だった女侍巴御前の物語を紹介しました。彼女こそ余生らしさと力強さを完璧に融合させた真の象徴です。皆さんは巴御前についてどう思いますか？彼女にインスピレーションを感じましたか？それとも他の女侍についてもっと知りたいですか？コメントで教えてね。この動画が面白いと思ったら高評価とチャンネル登録、そしてチベルをオンにしてね。それから忍者の世界にも興味ある？次回の動画では伝説の忍者たちの闇の秘密を語ります。お楽しみに。